こんにちは、アンナスです。今日はユニクロで買ってきた服に刺繍しようと思います。UV カットクルーネックカーディガンっていうやつなんですけど、01オフホワイトですね。なんか私が買わなさそうな黒い線が入ってて、ちょっとなんかこうオフィスカジュアルみたいな感じなんですけど、これでちょっと私っぽく甘々な感じで、やってみようかなと思ってます。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではプチ刺繍、今日はプチ刺繍の中からなんだっけ、これですね。このお花をメインにちょっと胸元に刺そうかなと思ってます。これがね、バスクフラワーだったかな。31ページの図案は、73ページですね。で、なんと、250% 拡大結構難しかったです。どうしてもずれちゃうんでね。でも胸元にバンってやりたいんで、これでもちっちゃいかなっていうぐらいなんですけど、で、あとラプンツェルのページの最後のここですね。ラプンツェルのページの、このちっちゃいお花を使おうと思って、こっちは 200% 拡大しました。で、この本気をつけないといけないのが、結構ね、皆さんこっちの写す図案の方、こっちが写す図案で、こっちがステッチの説明の線なんですけど、なんかこう大きい方がこうパッと目に入りやすいのか、なんか何も考えずにこちらを写される方が多くて、教室とかで見てると、それで反省点でその後拡大して、これ見やすいかなと思って拡大して載せてたんですけど、拡大して載せるのはやめましたなのでこれ以降はやってないんですけど、なので、普通の写す図案の方ですねを拡大してもらって、200%、パスクフラワーが 200% で、ラプンツェルの方のお花がここですね、200、ごめんなさい、もう一回言います。パスクフラワーが 250% で、ラプンツェルのお花が 200% ですね。で、拡大してます。じゃあこれで図案を写します。で、今日もスマプリです。スマプリは中に A4 サイズのスマプリが2枚入ってるんですけど、私も相当使ってしまっていて、かなり切り刻んだものしか残ってないです。ちょっと新しいのを用意しないといけないですね。これでギリギリいけるので、今回はこれでも使い切ろうと思います。で、外側は 1.5 センチぐらいはちょっと残した方がいいんですけど、1センチぐらいか、1センチぐらいでいいですで、拡大すると線が太くなってしまうんですけど、できれば線の外側をなぞってください。これおすすめのペンです。ステッドラーの 0.05 ミリの水性ペンです。お家にある水性ペンの細いめのやつを使ってもらうといいんですけど、これすごく書きやすい。スマプリって表面がデコボコしてるので、どうしてもそれに引っかかって普通の水性ペンだと書きにくいんですけど、これ先がフェルトになってるんで、それでその表面のデコボコに対応できます。ちょっと葉っぱも線の外側でこんな感じで写します。はい、では書き写せたので、お花とでさっきのラプンツェルのこの5枚のお花1個だけで、こっちの蝶々は普通サイズです。本からそのまま直接写してます。
でもう一個パスクフラワーの葉っぱの下の葉っぱの部分だけを写して、で途中でお花がないので葉っぱ2つ描き足してますっていうのを用意してもらって、で余計なところをカットします。であまりにもちっちゃいのはもう捨ててもいいかなと思います。はい、これでその4パーツが用意できたので、ちょっとタグを外して胸元に貼っていきます。で服に刺繍する時はいつもそうなんですけど、このまま貼るとこれ身幅がないので、人間ってここに中身が詰まってるんで、ここの肩の折り目の位置が、まあ服着た時にちょうどなんか肩の真ん中あたりにきますよね。でそれで自分でちょっと当ててみて、なんか多分このままここでいい感じでセッティングするとちょっと上目になってしまうので、まずこのバスクフラワーを取って裏のこのビニールを剥がして、でシールこれね全部ベラッと開けるとぐちゃぐちゃになりやすいんで、上手な人は多分貼れると思うんですけど、結構ね最初使い勝手分かりにくいのでちょっとだけめくってもらって、でちょっとだけ貼ってください。でその後裏めくるんですけど、めくる前に一回これで鏡で自分でこう当てて、で見て、あこれぐらいかなみたいな場所に OK ってなったら裏剥がしてください。これねちょっとずつ剥がして、ちょっとじゃあ鏡を見てきます。そしていい位置を決めてきます。はい、こんな感じになりました。バスクフラワーここまでなんですね。でこの下にもう一回この葉っぱ3箇所の、下2箇所か、下2箇所と自分でちょっと2枚ここに足したものをもう一回下に繰り返してます。なのでくるんくるんみたいになってて、であと当倍の蝶々と200% 拡大したお花ですねの5枚の花びらのやつを、なんかそのバスクフラワーのこうビョってなっているこの先になんかこっからこの花の中からこう出てきたみたいな感じでこう飛び出した風にここに貼ってます。蝶々が上ですね。であと反対側は反転させて、なんか反転させるときはさっきコピーしたやつの裏向けて写せば写るんで、それで後で写します。とりあえずこれでちょっと刺繍してみようかなと思ってます。はい、ではちょっとここを作業しづらいのでちょっと開けて、結構ねカーディガン柔らかいんですよね。だからでも接着芯なくてもいいですね。スマプリだから大丈夫です。まずお花から刺していきます。お花はサテンステッチでやろうと思ったんですけど、ちょっと無理でしたね。ロング&ショートになっちゃうんでもう大変なのでチェーンステッチで埋めていきます。6本の中の1本を引き抜いて3本取ります。3本取りでいいかわかんない、4本でもいいです。なんかそのあたりちょっと6本だと太いかなっていう感じなんですけど、結構ねそのあたりはアバウトです。だいたいこれぐらいかなっていう今の気分で決めてます。ちょっと2本とか1本は無理ですね。大変で、3本取りでもう下玉留めで大丈夫です。
玉留めで始めて、でまずこの、刺し方一緒ですね。真ん中のパーツを埋めて、左右埋めて、でここの最後ちらっと見えてる花びらを埋めます。そして、チェーンステッチで埋めるとはいえ、まずこの周り、線の上でいいので、線の上をぐるっとチェーンステッチします。まず出します。で、私右利きなんで、左の親指で糸を押さえておきます。で、同じ穴に刺してチェーンのサイズ頭を出します。いつもね 2mm ぐらいって言ってる。でも 2mm ぐらいですね。で、糸をかけて上に引っ張る。でも結構ぎゅうぎゅうに引っ張って大丈夫です。なんかチェーンステッチって輪にしなきゃいけないかなって思っちゃうんですけど。で、糸を下に引っ張ると輪がなくなるので、必ず糸は上に引っ張って親指で押さえておきます。これ左利きの場合は鏡で考えてもらってください。で、またさっきのサイズ 2mm ぐらい針を出して、でもここ糸輪になってるんで、そのまま上に引っ張ると引っかかってくれますね。って感じで、これ押さえてないといちいちかけなきゃいけないんで、糸こう押さえておくと工程が一つ減るので、やり方がいっぱい刺さなきゃいけないので、もう工程を一つでも減らして早く仕上げたいんで、こんな感じで親指で押さえておくと早いですね。じゃあまず線の周りをぐるっと刺していきます。線の上ですね。線の上をぐるっと刺していきます。はい、でこの角まで来ました。そしたら一回針を終わらせます。輪の外に針を刺すと、これでチェーンステッチが止まるので、くるっとひっくり返して U ターンします。で、90度の場合はちょっとコラム的な感じで、90度の場合は最後に作った穴から針を出して続きをするんですけど、今回もう45度何度すごい角度が鋭いので、ちょっとずらします。最後に作ったチェーンステッチの際のところから針を出します。で、さっきと一緒ですね。同じ穴に刺して2mm ほど出す。で、これで繰り返していくんですけど、今見てわかる通り、最後に作ったチェーンステッチが頂点になりました。だからチェーンステッチ2つがこう頂点になると結構先が丸くなりやすいので、もうどっちかに譲ってください。なので最後に作ったチェーンステッチを頂点に設定して、で次のチェーンステッチやるときはちょっとずらしてやっていくといい感じに、尖ります。って感じでまず1周埋めていきます。はい、じゃあ1周できたら今度またギリギリのところからスタートして、チェーンステッチってふわっと横に広がるから、最初のスタートをちょっと離さなきゃいけないって思うかもしれないんですけど、それやると結構離れるんで、普通に結構際のとこで大丈夫です。でまた2周目チェーンステッチ1周やっていきます。ぐるっと1周やって、でまた3周目4周目ぐらいまでいったら多分もう細い線しか残らなくなるんで、そしたら1列だけやるみたいな感じでいいと思います。ということで、もうぐる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 面を埋めていきます。真ん中が刺せて、で次2つ目の花びらをやったんですね。で、線の上を刺して、でU ターンしてきたんですけど、ここでこのままこういってもいいんですが、なんだろうな、なんか
隣と一体化しそうな気がしたので、なんかねまだチェーンステッチの作品をそこまでたくさんこなしてないんで、ちょっと情報が溜まってないんですけど、まあでも多分ねこういってこっからまたスタートするといいと思います。この真ん中もこうやってぐるぐるしてるからチェーンのそのツヤが整ってるっていうか合ってるんですよね。チェーンステッチって雫型なんでどうしても下が丸くなって上が細いみたいな、逆だっけ？逆ですね。逆雫型になるんで、なのでスタートとゴールを揃えるとツヤが揃って綺麗なんです。まあでも面を埋める時ってもう分かんないからなんか行ったり来たりすることも結構多いんですけど、ちょっと今回の場合は揃えてみようかなと思います。なので、ここで一旦終わらせて裏に今絡めましたね。で下に戻ってきて、でまた続きをする。だからこう1121212ってやって埋めていきます。で反対側も同じようにして、でこうやってチェーンステッチってもう全員くるくるなるんで戻してください。くるくるがあるともつれる原因になりますね。はい、ここの奥のお花は花びらは1、2しかやりませんでしたなんか全部塗りつぶすと何が何だかわからなくなりそうだったんで、ここもねやっぱりもう一体化してますよね。まあしょうがないです、それは。でここの茎も3本取りでチェーンステッチで黒でやろうと思います。で茎の部分は黒にしてまずバーってやって、葉っぱもサテンだともう質感も全部チェーンでやってみようかなと思うんで、葉っぱも花びらと一緒です。外側チェーンステッチで埋めて、で中多分ね1列かな。まあものによってはちょっと膨らんでるやつに関しては行って帰ってで2列かなっていう感じですけど、なのでもう全部チェーンでやってみようと思います。じゃあもうひたすらチェーンステッチを埋める感じです。はい、できました。結構ね全部チェーンステッチだったんで大変でしたけど、でも何時間ぐらいかな、2時間3時間もかかってないかもぐらいの感じです。で蝶々をねピンクにしようかなと思います。で2本取り、ちょっとサテンステッチ苦手な人は2本取りで丁寧にやってもらうか、3本取りでちょっとこうモコモコした感じにしたいなと思うんで、私は3本取りで刺していきます。もうこれは、本と全く同じ刺し方で実物大なので、もう同じようにそのまま刺していきます。で最初玉留めの代わりの並縫いを入れてギリギリで留めて、一つ前の穴に刺すとこれで絡まって止まっているのでギリギリでカットします。で横横ですね。もうこれで平行に上と下と埋めていって、で1122ですねの順番で埋めていきます。はい、蝶々が、サテンステッチの部分ができました。本見たらねロング&ショートでやってたんですけど、もうサテンに変えました。横横と下斜めですね。でこの中は黒で縦に刺してます。で触覚のところがアウトラインステッチなんですけど、これも3本でやります。1目作ります。
でちょっと先に出して、この針で最初に作ったステッチの半分あたりのところをギュッと押して糸の下に刺します。そうすると少しだけ1つ目が曲がってくれるので、2つ目をまた針でギュッと押して刺すっていうのを繰り返していきます。で最後は浮いてしまうので、同じ穴から出して曲げるだけのステッチを入れると、これで綺麗に曲がってくれます。で反対側も同じようにしていきます。これで裏に絡めて、蝶々は出来上がりです。で次がお花ですね。もうお花も全部サテンステッチなので、もう3本取りでやります。ちょっとサテンステッチ不安な方は2本取りでやってください。でギリギリで留めて1つ前の穴に刺して、出てるところをハサミで切る。でまず真ん中からですね。真ん中の芯の部分を作ります。まず横に1本入れて、上と下と埋めていきます。上半分埋めて下半分埋める。でそれが終わったら花びらも放射状に埋めていきます。はい、ではできたので枠を外して、こんな感じ。なんか最初は両方しようかなと思ってたんですけど、結構派手だったので片方だけでいいかなと思って、まあ両方やっても可愛いしけど、もうなんかちょっと力尽きたっていうのもあるんですけど、左右対称でやったらもうめちゃくちゃラブリーな感じで、まあ、片方でいいかなと思いました。結構ね色濃いめなんで。でいつものようにこのスマプリをちぎります。これはスマプリって言ってお水で溶かすシールなんですけど、まあ、でもなんか綺麗に溶けなかった時に糊みたいに残ってしまうので、なのでまあ予防線としてちょっと先にちぎってます。なんか細かいところはもうちぎれないんで、例えばこのチェーンステッチの中の空間とかはもうちぎれないんで、まあ、ただ一番綺麗に取れるのは洗濯機で回すことですね。どうせ服だからもう汗かいたりして汚れるので、洗濯ネットに入れて洗濯機にいつも回してるんですけど、結構ね大丈夫です。で洗濯機だと結構長時間水の中にさらされるんで、もう1回洗濯すればかなり綺麗になります。っていう感じでまあ喋りながらちぎってましたけど、こんな感じで全部取ってで切るといいと思います。ちょっとこのままだと切れないですね。かわいい。このピンクが効いてますね。これ何にもないと本当オフィスカジュアルみたいな感じでお財布持ってランチに行く OL さんみたいな感じになっちゃいますけど、これが入ると全然カジュアルに。そうですね、私は何に合わせようかな。まあでも白っぽいものがいいですね、下はね。ということでぜひ皆さんも真似してみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタン、あと、私は毎月の刺繍っていうのを会員制のサイトをネット上でやってるんですけど、
そこでもしよかったら毎月、新しい図案をダウンロードしたりとか、あと限定のライブが見れたりとか、あと月1回抽選会っていうのがあったりとかするので、もしよかったら入ってください。あとここで教室やってたりとか、ここの1階でお店があったりとか、結構いろいろやってるので、そちらもぜひよければ遊びに来てください。それではさようなら。